やりますよ、修正みだ。本日なんですけど、本日は実はもう使っていない韓国コスメの方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、実はもう使わなくなったっていうね、韓国コスメの方をシェアさせていただければと思うんですけど、使わなくなった理由っていうのを踏まえて皆さんの方にご紹介したいなと思いまして、その理由を僕の理由なので、皆さんね一緒な理由じゃないので、僕の一個人の意見として購入の参考にねしていただければ嬉しいかなと思います。はい、なので一つ一つね、なぜ使えなくなったかっていう理由を皆さんの方に踏まえてご紹介できればなと思います。それでは一つ一ついってみますね。はい、まず1つ目なんですけども、まず1つ目はこちらになりますね。ミストスプレーですね。スキン1-4のミストスプレーなんですけども、こちらが決して使用感が悪いとかじゃないんですよ。使うタイミングがないっていうところで今回もう使わなくなったっていうところなんですけど、僕こちらは飛行機の中で使うようになったって言った方が正しいのかな。使うタイミングがなくて、お風呂上がりとかにこういうスプレーすぐ僕は使うんですけども、こちらのねハニスルのやつを使ってるんですよ。肌再生にすごく特化したものだから、こちらの方を今使ってるので、なので使うタイミングがなくなったっていうところで、今回こちら一番最初にご紹介させていただきました。はい、これが悪いとかじゃないんですけども、潤い感とかすごくいいのでさっぱり使えて潤わせてくれるので、あとマデカなんですけども、マダガスカルのマデカを使用してるんですけども、成分の扱い方もすごくいいので、成分もすごくいいんですけど、なんか使うタイミングがないですよねっていうところで、こちらね一つ目なんですけどもご紹介させていただきました。はい、次の商品に行ってみたいと思いますね。はい、で次の商品はこちらですね。ナンバーズインのアンプルなんですけど、今回ねこちらの5番の方をご紹介させてもらってるんですけども、ナンバーズインって3番がすごく有名かと思うんですけど、3番とか5番とか1番とか限らずナンバーズインの商品を使わなくなったっていうのが正直なところで、潤い感とかはすごくいいんですけども、あとこの潤い感大好きな人は非常に多いかなと思う。これいいんですけど、すごく他のものとかちょっとみずみずしい感じで潤わしてくれるんですけど、ナンバーズインは成分にも非常にこだわってるから、潤い感がペタペタ感の潤い感なので、男性とかに非常に好まれる潤い感なんですよね。であと大抵の方はこのテクスチャーは嫌いな方いないかと思います。なのでそれがちょっと僕のところにはちょっと響けなかったっていうか、悪い風に働いたっていうか、かなみたいな感じのところなんですよ。なので使いタイミングがこちらもなくて、いろいろ今アンプルって出てる中でこちらを選ぶかってなったら、ちょっと僕は今選ばなくて、先ほども言いました通り機内とかそういうところじゃないと使うタイミングがないんですよね。なので、このアンプルっていうのはちょっとナンバーズインはちょっと最近使わなくなったっていうのが正直なところになります。決してこれが成分が悪いわけじゃなくて、使いタイミングがなくなったっていうのがこちらが2つ目になりますね。はい、で次の商品いってみたいなと思います。はい、で次の商品はこちらですね。VT のショットなんですけども、こちらはねご紹介してないんですけども、動画の方では旧 TwitterX の方ではご紹介させてもらったんですけども、このショット100僕使ってるんですけども、そんな効かないんですよ。なのでこちら使ってないんですよね。でヌルショットってすごく流行ってるかと思うんですけど、僕ヌルショットだとこちらのセリマックス使ってるんですよ。こっちの方が圧倒的に効くっていうのがあとレチノールだから、ちょっと違うジャンルはあるんですけども、こちらの方が効くし、肌のトーンもアップしてくれて肌が超絶綺麗なんですよ。なのでこちら使ってるんですよ。ヌルショットって今すごく流行ってるじゃないですか。でこの100とかその上もあると思うんですけども、そんなに僕には効かなかったっていうところで、100、300、700、900ってあるんですけども、数字が高ければ高いほどいいとか効くっていうものじゃないんですけども、何に効かせるかにもよってくるので、そこら辺は選び方がすごく変わってくるかと思うんですけども、あとチクチク感が出るかと思うんですけども、ヌルショットなので、翌日の朝もチクチク感があるんですよ。でセリマックスの方はチクチク感は塗った時はあるんですけども、翌朝はチクチク感がなくて、実際に目に見る効果としてはセリマックスのがある。でこっちはチクチク感があるから長く効いてるのかなと思いきや、
ちょっと効かなかったなっていうところでもう使ってないっていう感じですね。中には効いてるっていう人も非常に多いので、一概に否定はできないんですけども、僕は効かなかったのでもう使ってないです。ぜひどんな風に良かったかとか、ちょっと下のコメント欄の方にコメントいただければ、ちょっと僕も参考にしたいので、ぜひコメントいただければと思います。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。はい、で次の商品はメディキューブなんですけども、こちらのゼロプロセラムでございますね。こちらの美容液ですね。でこちらなんですけど、こちらも効かなかったっていうのが正直なところで、メディキューブってニキビケアに特化した製品ですごく盛り上がったっていうか売り上げを上げたところなんですけども、その後にクッションファンデとか出してそこも売れてきたんですけども、最近だと美顔器がすごく有名なんですけども、なんかそこら辺のラインコスメの方にちょっと力が入ってないのかわかんないですけど、効かなかったっていうのが正直なところ。こちらもメディキューブをね、ぜひ聞いたって方教えてもらいたいなと思うんですけど、ニキビ悩みの方はすごくいいのかなと思うんですけども、ニキビ悩みの方でももっといい商品があるので、そちらの方を使用していただきたいなと僕は強く思います。過去にね、ニキビケアの商品とか、どんなニキビにもよるかと思うんですけども、いろいろご紹介しているので、過去の動画で見ていただければ非常に嬉しいかなと思います。はい、次の商品に行ってみたいと思います。で次の商品はこちらですね。ニードルポテンショットなんですけども、こちらちょっと使用してみて良かったんですよ。効くんですよ、めちゃくちゃ。でショットアンプルがあるんですけど、こういう風にねアンプルがあって、まだアンプル全然残ってるんですけども、このアンプルでね入れて、ショット針がついてるので、針で振動でダダダダって入れていくんですけど、これがね効くんですけど、使うのがすごく面倒くさいっていうのがあって、あと肌僕ちょっと薄いから翌朝まで痛いんですよ。針で刺していくから次の日までヒリヒリ感があるっていうところで効くんだけど、ちょっとねいろいろ今美顔器があって、今美顔器とかだとグローウェブのこちらの韓国のね美容皮膚科でも卸せる認定を取られているこちらのものを使ってるので、こちら使っちゃってるからこちら使うタイミングとかなかなかないんですよね。物としては全然違うんだけども LED マスクも使ってるから、あとはこのねショットがね全部ねなくならないっていうか入っていかないんですよね。もう必ず余るんですよ。でおでこの部分とかだとすごく刺さっていくんですけども、柔らかいところの皮膚とかだと入っていかないんですよ、針が。なのでちょっと全部使い切れないんですよね。僕最終的に取って香り全部塗っちゃうんですけども、でその塗った時にそのアンプルが超絶良かったんですよね。このアンプル自体がすごくいいので、いいアンプル使ってるなと思ったんですけども、もちろんね成分とかも非常にこだわってるからいいんですけど、あとプラスここのアンプルを買わないとこれ使えないから、ちょっと予算がかさんでいくっていうのがあるので、たまにねちょっとしようかなと思う時にはいいんですけど、使わなくなったっていうのが正直なところ。ダウンタイムもないから翌朝も全然大丈夫なんだけど、実際ちょっと使わなくなったっていうのが今正直なところでございます。はい、だから物としては非常にいいんですけど、使わなくなったっていうところで今回入れさせてもらいました。で次の商品に行ってみたいと思います。はい、次の商品はこちらでございますね。スキン104のトナーでございます。こちらもう3本余っちゃってるのでどうしようかなって悩んでるんですけども、シートマスクでもして使おうかなと思ってるんですけど、だったら使うじゃんみたいな感じかと思うんですけども、使わなくなったっていうところで今回ご紹介させていただきますね。トナーなんですけど、トナーね、こちらのトナーは冬にはちょっと向かない、さっぱりしすぎるっていうところ僕があって使ってないんですけど、もうちょっととろみがあるもので使いたいんですけど、夏だと使うタイミングはあるんですよ。で一番左の方はブライトニングで美白効果のもので、僕は大好きな美白効果のものなんですけども、そんなに効果を感じられなかったっていうところですね。もっと美白になれるものは非常に多いので、その中でもニキビケアに非常に特化してる、スキン104かなと思いますね。さっぱり使えるし、ニキビお悩みの方とかニキビが治ってきた肌には非常におすすめなスキン104のこちらのセンタラのトナーなんですけど、僕はちょっとね夏向きの商品として使ってるんですけど、今すごく乾燥してるし、なのでこのものだとちょっと潤い感が保てないっていうところがあって使っておりません。なので僕はちょっとシートマスクにしようかなと思ってるので、使うタイミングがなくなったというところで今回こちらの商品も入れさせていただきました。はい、次の商品に行ってみたいと思います。はい、次の商品はこちらですね。ゾンビパックですね。
ゾンビバッグはAmazon でランキングでずっと1位を取ってるってので、特にヨーロッパとかアメリカとかで非常に売れてるんですけど、ちょっと使わなくなったっていうのが正直なところ。なぜかというと、このね白身がねちょっと痒くなるので使ってないんですよ僕は。そういう方非常に多いかなと思うんですけども、毛根ケアとしては非常に優れたものになってるんですけども、非常に痒くなるので、僕卵アレルギーとかじゃないんですけど、卵はね1日6個ちなみに食べてるんですけど、それでもこの白身にはちょっと肌にくっつくと痒くなる。白身って基本的に痒くなるから、なのでちょっと痒くなるのが嫌だから使わなくなっちゃったっていうのが正直なところ。あと毛根ケアとしてもめちゃくちゃ効きますみたいな感じじゃないので、ちょっと今だとおすすめしづらいかなと思いますね。毛根ケアとしてはもっとねおすすめできるものがあるので、こちらの方も入れさせていただきました。はい、で次の商品いってみたいと思います。はい、で次の商品がこちらでございます。VT の TX トーニングエッセンスと、こちらがトナーでございますね。こちら使わなくなったっていうところでございます。グルタチオンの成分が入ってるから、肌が白くなるのかなと思いきや、そんなに白くならないっていうのがあって使っておりません。思ったより効果がなかったから使ってない感じなんですけども、あと乾燥する、これすごく。なので僕は使ってないです。であと夏には向いてんですよ。こんぐらいの保湿感でいいかなっていうので、その後にクリームでカバーできるから、ちょうどいい保湿感を保てるから非常にいいんですけど、ちょっと冬とか秋とかは厳しいので今使ってないです。なので使わなくなったっていうのが正直なところ。今韓国コスメいっぱいある中で選択肢がいっぱい増えてるのが正直なところなんですけども、その中であえてこれを使う意味があるのかなと思った時に使うタイミングがないみたいなところが正直なところですね。惜しいんですけどね。最近本当にね VT の商品ね非常に良くなったので、今韓国のティーンズに VT が非常に人気があるから、ショットね、塗るショットで非常に人気を集めて、その中でこれも使ってる人も多いんですけど、でもちょっとグルタチオンのものを使いたいっていう方だったら非常におすすめかと思うんですけど、さっぱり使えるので、さっぱり潤わせたいって方だったらおすすめできるかなって感じですね。僕はがっつり潤わしたいみたいな感じなので、ちょっとハマらなかったって感じでございます。はい、で次の商品いってみたいと思います。で次の商品はこちらでございます。ブエノのセラムとクリームですね。はい、こちらの商品になります。でブエノに関してはめちゃくちゃいい、本当にいいんですよ。ホワイトニングされるし、保湿感も非常にいいし、セラムも非常に使いやすいってのでずっと僕愛用して使ってるんですけど、本当にこういう感じでストックも置いてるぐらいなのでめちゃくちゃ大好きで使ってたんですけど、めちゃくちゃいいものが出てきてるからね今ね。で僕今もう最近使ってるのが薬局コスメで、この代用品になってくると、こういうねクリームとかハンミのねクリームとかなんですけど、こういうもので再生クリーム僕作っちゃったりしてるから混ぜて、なのでこっちの方が効いちゃってるんですよね肌にね。なのでちょっと使うタイミングがなくなってきてどうしようかなって悩んで余ってるって感じなんですよ。使うタイミングがなくなって使ってない感じなんですよね。でもブエノに関してはめちゃくちゃいいので、是非ハマる方には非常におすすめかなと思うんですけども、はい、そんな感じでご紹介させていただきました。最近僕薬局コスメに切り替えちゃったから、一般向けなものっていうのはちょっと使うタイミングがなくなってきたっていうのがあって、その中でも使ってるものあるんですけど、センテリア24とかもそうだし、あとはセリマックスとかもそうだし、こういうねセリマックスとかも非常にいいので使ってたりとかするんですけど、あとドクター G のこういうビタミン D が入ってるクリームだったりとか、ちょっと天候が悪い時とか外あんま出ない時とかっていうのはこういうものを使ったりとかしたりとかしてるんですよ。あとはこのねミグハラのものとかのクリーム、このクリームとかめちゃくちゃいい。潤い感が半端じゃなく潤ってくれたりとか、保湿感が非常にいい。あとスキンフードのエッセンスとかね、もうこちらもねニキビケアとかニキビのお悩みの方は非常におすすめかなと思うんですけども、これも非常に良かったりとかするんですけど、肌の状態によっていろいろ使い分けてるんですけども、今回ご紹介した商品はちょっと違うものを代用できるものが増えたっていうのと、プラス効かなかったっていうものをねご紹介させてもらってるので、参考にしていただければ非常に嬉しいかなと思います。で私は聞いたよみたいなね人がいらっしゃいましたら、下のコメント欄の方にコメントいただければ僕もちょっとね参考にしたいので、是非コメントしていただければ非常に嬉しいかなと思います。あと何かわからないことありましたら、下のコメント欄の方にコメントいただければ全てね皆さんお返しさせていただいておりますので、是非コメントの方もいただ
だければと思います。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。